しじゃ、不気味度を魅力じゃ。今回はファミコンのロールプレイングゲーム、銀河の参入をプレイしていくのじゃよ。パッケージデザインのインパクトばかりが有名じゃが、実はシステム面でもストーリー面でもかなり骨太な作品で、わしの大好きなゲームなのじゃ。本作は1987年12月11日頃に任天堂より発売されたファミリーコンピュータ用タイトルじゃ。1985年に PC 向けにエニックスより発売された地球戦士ライーザの移植で、大まかなストーリーは同じだが、ダンジョンや ESP などのシステム面の変更やストーリー展開の違いなど大幅なアレンジが加えられている。ジャンルとしてはコマンド式の RPG じゃ。ストーリーは人類が連邦国家を形成し、戦争を放棄して宇宙に進出した西暦2300年が舞台じゃ。自らの母性を失い、2億6000万光年の旅を続けてきた謎の文明ガルムから侵略を受け、人類は滅亡の危機に瀕していた。人類最後の希望である戦闘メカライーザ隊の一員として、主人公は戦いへと赴くのだったという内容じゃ。1987年1月にドラゴンクエスト2が発売されるなど、 RPG といえばファンタジー系の世界観が多かった中で、ガンダムのようなロボや SF 的な世界観、ストーリーというのがかなり新鮮だったのじゃよ。それでは早速プレイしていくのじゃよ。まずは名前入力じゃな。特に主人公の名前が設定されているわけではないので、自分の名前にするのじゃ。そして地球軍総司令の大森大地さんから戦況の説明じゃ。つまりもう崖っぷち状態ということじゃな。打開策は直接ボスを倒す、つまりガルムの司令船であるガルム空母を破壊するしかないのじゃ。そしてこのブルーがいわゆる仲間キャラじゃな。ノリは軽いがいいやつなのじゃ。ちなみに原作の地球戦士ライーザでは名前こそ同じだが、デザインやキャラが全く違うのじゃよ。ちょっとルパン三世っぽいな。ゲーム中、親の顔よりよく見ることになるミオタンじゃ。原作とほぼ同じキャラじゃが、見た目はより美人になっている気がするな。ガルム空母を破壊するためには、まず3隻のガルムベースを破壊して重力シールドを解除する必要があるらしい。RPG 的には分かりやすい展開じゃな。本作の移動方法はちょっと特殊じゃ。2D フィールドを移動するのではなく、マップ上で目的地を選び、あとはそこまでの距離をワープしていく形になっている。例えば距離が30だったら30回ワープすると到着するわけじゃ。マップ上では緑のやつがガルム空母とかガルムベースじゃな。白いのは宇宙ステーション、つまり街だと思えばいい。地
地球以外の惑星はダンジョンみたいなものじゃ。今回はまず SOS が発信されている月に向かうのじゃ。月までの距離は8、つまり8回のワープが必要なわけじゃな。ちなみにブースターというアイテムを取るとワープする距離を増やすことができるのじゃよ。ライーザというか自分たちのステータスは非常にシンプルじゃ。素早さとか防御力とか他のパラメータはなく、レベルで上がるのは最大 HP のみ。武器は回数無制限のビームと最大10発のミサイルの2種類じゃ。つまりレベルを上げて最大 HP を上げるか、武器を変えて攻撃力を上げる。この2つしか自分のステータスを強化する方法はないのじゃ。ある意味、とてもわかりやすいな。主人公とブルーについても違いはなく、基本的には同じ性能じゃ。ウランというのはこのゲームにおけるお金の単位じゃな。跳躍、つまりワープすることで目的地である月までの距離が8から7に縮まったのじゃ。そしてこの跳躍を1回するたびに敵とのエンカウント判定がされる。今回は敵との戦闘が発生じゃ。戦闘システムもちょっと特殊じゃ。こちらの攻撃はビームとミサイルの両方とも敵全員にダメージを与えることができるが、敵の数が多いほど1体当たりに与えるダメージが少なくなるのじゃ。画面上は1体じゃが、敵は最大9体まで同時に登場する。今回は2体で7とあるのがこの敵の HP じゃ。武器のミサイルは所持できる弾数が最大10発という制限はあるが、ビームより威力が高いのが特徴じゃ。敵の数が多いほど1体当たりへのダメージが減るのも同じじゃ。こうやって跳躍を繰り返して敵と戦いながら目的地に向かうというシステムなのじゃよ。少なくとも迷子になることがないのはありがたいな。月に到着したのじゃよ。惑星に到着するとアクションゲームのようなサイドビュー画面に切り替わる。ドエースというのが時代を感じさせるな。ここには回復をしてくれるアンドロイドがいるのじゃ。自分たちが乗るライーダの姿が見られるのはこのダンジョンの時だけじゃな。愛、友情、勇気、力、この4つのハートを集めるというのはこの後重要になってくるのじゃよ。冷静に考えるとライードのパーツでもないし、あくまで気持ちの問題なのか、どんなアイテムなのかよくわからないのじゃ。他のダンジョンは敵とのランダムエンカウントがあるんじゃが、この月は最初のダンジョンということで敵は出てこないのじゃ。ダンジョン内にはアイテムが落ちていたり、アンドロイドから情報を得ることもできる。あとはダメージを受けるバリアもあるので注意じゃな。とりあえず SOS を発信していたという生存者を探すのじゃよ。結構入り組んでいる上にサイドビューのダンジョンというのが珍しいせいか迷ってしまいがちなのじゃ。体力回復アイテムとしてエネルギーというのがあるのじゃが、回復量が限られている上に最大10個までしか持てないので、このゲームでは体力回復がかなり重要なポイントじゃな。
ブースターを手に入れたのじゃよ。これで1回あたりの跳躍距離を増やすことができるのじゃ。これが先ほど言ったダメージを受けるバリアじゃな。このカプセルが生存者じゃな。というわけで一旦地球に戻るのじゃ。ガルム空母はほっといてよいのじゃろうか。まあブルーの言う通り人命が最優先ということで。このサイドビューダンジョンは原作にはなくファミコン版で追加されたのじゃ。おう、この4メガバルカンはぜひ手に入れたいところじゃな。ブースターはおかげで無事に手に入れたのじゃよ。さて、ここでやることは終わったので、生存者が入ったカプセルを届けるべく地球に戻るのじゃ。帰りはもう HP の回復はしてくれないのが悲しいな。今度は目的地を地球に設定すればよいのじゃ。そして先ほどブースターを手に入れたので距離を選び跳躍距離を変更する。跳躍距離を2に設定したので今後は1回の跳躍で2進めるのじゃ。つまり地球までの距離が8だったら4回の跳躍で済むわけじゃな。跳躍回数が減るということはそれだけ敵とのエンカウントも減るので余計な戦闘をしないで済むのじゃよ。このブレイム系の敵は HP が高くてなかなか強敵じゃ。本作の敵キャラはこの種族名とレベルを表す窃盗語の組み合わせなのが面白い。例えばヒロブレイムとかヒロプーマーだと同じレベルじゃな。逆にヒロブレイムとエニブレイムだと同じ種族でも強さが違うというのがわかるのじゃよ。地球に到着じゃ。救命カプセルも引き渡して
ようやく本来の任務に戻るのじゃよ。さて、次はどこに行くか、じゃな。4メガバルカンがあるというシンプソンにも行きたいが、かなり距離があるな。まずは地球から一番近い宇宙ステーションであるディックに向かうのじゃよ。ディックまでの距離は16。今は1回の跳躍でに進めるから8回の跳躍で到着じゃな。地球に近いせいか、敵に出会わずに済んでいるのじゃ。宇宙ステーションではこのように HP の回復と次のレベルまでに必要な経験値を教えてくれるのじゃよ。ミサイルを買うこともできるのじゃが、ミサイルは敵が落とすことが多いので、基本的には買う必要はないと思うのじゃ。一番近いガルムベース1を破壊しに行きたいところじゃが、4メガバルカンを手に入れるため、レベルアップも兼ねてシンプソンに向かってみるのじゃよ。距離が51とは長旅になりそうじゃな。おう、地球からメッセージじゃ。救命カプセルの中にいたイミという少女からお礼のメッセージじゃよ。しかし、記憶をなくしてしまっているらしい。ブルーはお調子者だが、憎めないキャラというやつじゃな。さて、ここからは、基本的には通常戦闘はカットしていくのじゃよ。このゲームの通常戦闘はかなり時間がかかるので、時間短縮のためご理解いただければ幸いじゃ。例によって、スーパープレイでも攻略プレイでもないので、まあゆるりとお付き合いいただければ上々じゃ。あ、ネタバレもありなので、未プレイの人はそのつもりでな。この跳躍により移動していくというシステムは、原作でも同様なのじゃが、RPG の移動方法としてはなかなか面白いな。ブースターで跳躍距離を調整できるので、一気に移動したいときは跳躍距離を長く、敵と戦って経験値稼ぎをしたいときは跳躍距離を短くする、など選べるわけじゃ。
おう、また地球からのメッセージじゃ。なんか階級が上がったらしい。大喜びのブルーや祝福してくれるリミには申し訳ないのじゃが、階級が上がってもゲームとしては特に何のメリットもないのじゃよ。80年代のロボットアニメ的なノリが良いの。まあ、もしかしたら階級が上がっていないと進めないイベントとかがあるのかもしれないのじゃが、基本的に階級はあまり気にしなくて良いのじゃよ。戦闘時の BGM が YMO の名曲「ライディーン」に似ているとよく言われるのじゃが、本作は移植にあたり作曲を YMO メンバーの高橋幸宏氏が担当している。同じ作曲者なので似ているのも十分に理解できる話なのじゃよ。さすがテクノポップの第一人者だけにファミコンの電子音との相性もよく、本作の BGM は全体的にシンプルながらも非常にメロディアスで耳障りもよく、印象に残る曲ばかりじゃ。作曲が YMO の高橋幸宏氏、イラストがマジンガー Z などで有名な長井剛氏と、実は移植にあたって非常に豪華なスタッフとなっているのじゃよ。そしてここで3人目の仲間が加わる。救命カプセルにいた記憶喪失の少女リミじゃ。彼女は ESP、つまり超能力があり、地球にいながらにして HP 回復や攻撃などで戦闘に加わってくれる。いわゆる魔法使い的な位置づけじゃな。この笑顔、まさに癒し系じゃ。戦闘でも一切直接攻撃はなく、しかも基本的に本人は地球にいるのでダメージを受けることもなく、HP もない。パーティーメンバーでありつつ、一緒に行動しないというのはあまりないパターンじゃな。ようやくシンプソンに到着じゃ。宇宙ステーションに到着すると、リミの ESP ポイント、いわゆるマジックポイントもなぜか回復する。リミは地球にいるから関係ない気もするのじゃが、細かいことは気にしないのじゃ。ここでようやく4メガバルカンを手に入れられる。2つ買うほどのお金はないので、ブルーにはちょっと我慢してもらうのじゃ。あとこのシンプソンでは S ミサイルも手に入れることができる。今の E ミサイルより強力なのじゃ。さて、レベルもだいぶ上がったので、ガルムベース1を破壊しに向かうのじゃ。まずは一旦リックに戻るとするかな。4メガバルカンの威力を試させてもらうのじゃ。ブレイム系の新型ダムブレイムも危なげなく倒せそうじゃな。
レベルが上がるとリミも新しい ESP を覚えるのじゃよ。また時々レベルが上がるタイミングでこのように地球の人たちからいろいろなメッセージが入ることがある。はっきり言ってストーリーには関係のないたあいもない内容ばかりじゃが、地球で待つ人たちのために戦っているのだという実感を与えてくれるのじゃよ。通常の RPG における街の人などがいない本作ならではの SF の世界観での通信を使った工夫で、わしが本作で何気に好きな要素の一つじゃ。さて、無事リックに到着じゃ。準備を整えて、いよいよガルムベース1に向かうのじゃよ。この慰めはいわゆる回復呪文じゃが、このリミの笑顔にいろいろな意味で癒されるのはわしだけではないはずじゃ。何回でも見たくなるな。ガルムベースとの戦いはいわゆるボス戦じゃ。この戦いでは最初から攻撃ができず、最初は一方的に攻撃を受けつつ、射程距離まで接近しなければならない。接近中はリミの ESP も使えないので、耐え切るだけの HP が必要になる。徐々に敵の本体が見えるようになっていく演出が良いな。射程に入ったら、ここぞとばかりにミサイルを全弾発射じゃ。ブルーのライーザもミサイルを引き続き全弾を見舞いしてやるのじゃよ。
倒せたのじゃ。ダメージ覚悟で敵に急速接近して一気にミサイルを撃ち込むというアニメとかだと思える戦い方じゃな。レベルも上がり、意味も新しい ESP を覚えたのじゃよ。残りのガルムベースはあと2つ。地球を救うために銀河の3人は引き続き戦うのじゃよ。今回はキリが良いのでここまでじゃ。では次回もよろしくな。